お箸もう止まらずにもうグイグイいっちゃいましたね。めっちゃ美味しかったです。人と人とのつながりの場を作れたらいいなって思ったのがきっかけでお店を立ち上げようと思って、風空屋っていうお店の店名の由来にもなるんですけども、人が笑顔で集まって集えばそこに幸せが集まってくるかなという思いで風空屋という店名もつけました。朝必ずお味噌汁と日替わりのお弁当毎日変えてるんですけど、日替わりの弁当を作るまでが朝の仕込みですね。朝のお弁当作りではほぼ一生なくなっちゃいました。お弁当でもしっかりとご飯を約1膳 250g 入れてるので、やっぱりねお弁当でもしっかりお腹いっぱいになってもらいたいけですね。今日の日替わり弁当は昨日3時間煮込んだロールキャベツですね。しっかりトマトの味が染み込んでると思います。私料理で一番仕込みが好きなんですよね。じゃじゃっと作る工程というよりも仕込んでる時間が好きで、毎日必ず入れてます。おしゃれな料理っていうのをイメージしてるよりも、実家でお母さんが作ってくれるようなご飯を意識して作ってるので、なんかタコさんウインナーってお母さん入れてくれてましたよね。こちらで今日の日替わり弁当は完成です。オープンしてもう3年半になるんですけど、カレーライスはこうやって継ぎ足し継ぎ足しで毎日新しいのを作っては前日のカレーを継ぎ足してます。お店って自分で作られたの？初期費用をあんまりかけないように、自分自身でっていうよりも家族に手伝ってもらって、総出で35、6年してた
小料理屋さんの居抜きを引き継いだんですけど、そんだけ長くしていた料理屋さんだったので、まあ正直油はすごいわ、シミはすごいわで、まあでもこれを業者さん入れてするってなった時にとんでもない見積書が来て、ちょっと待ってよもちろん一番お父さんお母さんに手伝ってもらって、まあ、それこそちょうど冬休み春休み期間でオープンしたので、まあ、その時当時小学校5年生だった息子にも手伝ってもらって、普段できない大きなハンマーを持って壁を壊したりですねお野菜は近くの農家さんから入荷してて、地元で採れたお野菜を結構ふんだんに使ってますね。今日のお味噌汁は白菜と油揚げとりあえずお昼分ですね。朝から小麦粉で練って、でお昼にうどんの出汁取って、で夜になるとプレハブに入って焼き鳥焼いてが楽しかったですね。毎日お客さんって結構多いんですか？多いって言ったらあれですけど、常連様が多いですね。いつも来てくれる方々にお昼ご飯提供してるって形ですね。イベントで参加した時にメダカすくいですくったメダカたちがどんどん増えちゃって、そうなんですか。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございました。いつもありがとうございます。このまま前から失礼いたします。ありがとうございます。あ、いい。なんじゃーん。おととい取ってきたじゃがいも。美味しかったですね。ついついどんどん入れちゃうんで。
ちゃん揚げ物よりお野菜の方がいいんやな。ちゃんと焼肉焼肉にする？うん、作ろうか。これが1人前ですね。ありがとうね。おはよう。お野菜の量が多いけ静まるまでなかなか鍋が振れないんですよ。はい、このまま焼きます。贅沢アジフライのセットですね。どうぞ。お弁当にだし巻き卵をトッピングしてほしいとのことなんで。おいしい。おいしい。
はい、ゲストもお待たせしました。どうぞ。めっちゃ美味しかったです。お箸もう止まらずにもうグイグイいっちゃいましたね。もうちょっとご飯欲しいですね。品種が違う。市場では並びにくいお野菜とかこうやって支援してくれるんですよ。セクシー。ありがとう。今日の美脚ナンバーワン。いいね。ああ、そう。こう下上がっとう感じやね。出荷用です。袋詰めして売る。同じタイミングぐらいに多分収納して開業してインスタでお互い知り合ってもうさ、そのみんなに去年は言ったね。そしたらほらやっぱ米はい、今よくね。はいどうぞ。いや、彼が野菜炒めた。待っていくよ。はい、お待たせしました。どうぞ。ありがとうな。お味はいかがですか。めちゃくちゃ美味しいです。油に白菜に入れていい。はい、ちゃんぽんですね。いいよ。プロの違いを見せてやろうか。言い訳が
でも最初火加減ミスったけちょっとパラパラになっちゃってる。美味しいです。あらチョコもあるね。熱い。いっちゃいますので。はい、次何にする？やばいやばい、それやばい。来た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 。はい、お待たせいたしました。お店を立ち上げたきっかけとしては、学生ぐらいまで団地で育てたんですけど、お留守番が多かった時に、今日は南海のなんとかちゃんちのお家でお世話になっておいでとかっていう子供なりに楽しかった、そういう触れ合いが少なくなってきた分、人と人とのつながりの場を作れたらいいなって思ったのがきっかけで、お店を立ち上げようと思って、風空屋っていうお店の店名の由来にもなるんですけども、人が笑顔で集まって集えばそこに幸せが集まってくるかなという思いで風空屋という店名もつけました。ちょっと待って、2つで、声のかかるところに私が足を運んで固定の店舗を卒業して移動販売をすることに決めました。あ